ました。まもなく下校の時間です。まだ校内に残っている生徒は速やかに帰宅してください。またその際、近くの窓閉め、消灯にご協力お願いします。部活動、委員会活動のために校内に残る生徒は担当顧問の許可を得てください。繰り返します。黙っていたらわからないでしょ。片桐優馬くん、自首してきたのは感心だけど、その後はいただけないわね。先生はどうしてあんなことをしたのか、その理由を聞いているんだけど。出来心ね。まったくね。片桐優馬、2年 D 組、出席番号7番。成績は10の序。授業態度は良好だが、やや積極性に欠ける。性格は極めて温厚。愛想には欠けるが、基本的には素直な部類に入る。所属の部活動なし、委員会なし。まだまだあるわよ。頼られると断れない性格でお人よし。裏を返せば優柔不断。友人関係は良好なれど、異性関係はパッとせず。現在意中の異性はっていうのは冗談よ。ま、担任教師だもの。このぐらいは知っておかないとね。あなたたちは大人は何も分かってないなんて言うけど、案外知ってるものでしょ。よろしい。ま、ともかく片桐優馬という子をかいつまんで言うと、目立たない人畜無害というところかしら。そんなことないわよ。取り柄はちゃんとあるでしょ。なぜか友達の信頼が厚いところとか。それが分かってるならもっとあがきなさいよ。若いくせにどこか達観したようなところがあって先生心配してるのよ。何かをする前から結果を想像してこうだと決めつけてやらないで済ませてしまうところあるでしょ。何かする前には必ず立ち止まって考える。迷った結果やらない、そういうところあるはずよ。そんな片桐くんが面白半分や出来心であんなことをするとは思えないのよね。本当にあなただけ？本当に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 強情ね。もし本当のこと言ってくれたら先生いいことしてあげてもいいんだけどな。即答？可愛くないわね。
こんなことなら落第させればよかったわ。あのね、あなたは大したことじゃないと思ってるのかもしれないけど、あなたが本当に犯人なんだとしたら当然処分せざるを得ないわよ。それはまだわからないけど、少なくともご両親には連絡しないとね。そういうわけにはいかないわよ。あなたは大したことじゃない、簡単に謝って済むことだと思ってるのかもしれないけど、今回の件で傷ついた人もいると思うわよ。例えばすみません、お話し中でしたか？いいわよ。ですが、出直しますので。大した話じゃないから気にしないで。そうですか？それでどうしたの？はい、学食向上委員会のことなんですが、残った2人もやはり辞める意思は変わらないそうです。部活動の方に専念したいと。そう、まあ予想できたことね。あとは新入生に期待するしかないのですが。一からやれるだけの元気があるかしらね。最近は覇気のない生徒が多いから、もっともそういう子ほどとんでもないことをしでかしたりするんだけど、吉沢先生、いらっしゃいましたら至急職員室までいらしてください。ほら私だ。すみません、また出直します。すぐ済むと思うから待っててくれる？でも彼、片桐優馬くん。はい。彼ね、例の犯人だから。片桐くん、そうなんでしょ？あなたの単独犯なんでしょ？先生、ちょっと席を外すから2人で話しててちょうだい。そうよ、2人で話し合った方がいいと思うわ。片桐くんは事情を説明する義務があると思うし、真壁さんにはそれを聞く権利があると思うから。じゃあよろしくね。3年の真壁みどりと申します。そうですか？ありがとうございます。それで、
吉沢先生が言ってたこと本当なんでしょうか？どうしてあんなことをしたんですか？私、何か嫌われるようなことを。じゃあどうしてですか？